さん今日本に住んでらっしゃるんですよね。はい、今どれぐらいですか？そうですね、今2年ぐらいですね。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は日本で歌手として活躍されているヤナさんをお迎えして日本語学習のコツなどいろいろ聞いてみたいと思います。ヤナさんはオーストリア人です。オーストラリアじゃなくてヨーロッパのオーストリアの方ですよ。でヤナさんがすごいのはただ歌手をやっているっていうだけではなくて作詞作曲も自分でされていて、そして楽器の演奏とか編曲までされているんですね。そのヤナさんから日本語学習のコツを聞いてみましょう。はい、今日はスペシャルゲストが来てくださっています。ヤナさんです。こんにちは、ヤナです。よろしくお願いします。ヤナさん、今日本でどんな活動をされているのかとか、ちょっと短く、自己紹介していただいてもいいですか？はい、シンガーソングライターの柳井萌です。自分で作詞作曲編曲、楽器演奏レコーディングすべて一人でやってるアーティストとして今活動してます。それとともにあと YouTube でヤナッチチャンネルでは、トーク動画などを投稿しております。よろしくお願いします。はい、でもう皆さん聞いたらよくわかると思うんですけども、日本語がめちゃくちゃもう上手いっていうそういうレベルじゃなくて普通の日本人っていう感じのレベルなんですけど、本当はい。まずですね、オーストリアですね、ヨーロッパのオーストリアの、はい、あるこの若い女性がどうして日本語を勉強しようと思われたんですか？そうですね、やっぱり一番最初はもうめちゃくちゃ子供の頃、はい、結構日本のアニメが放送されてたんですよ、オーストリアで。でもその時はもちろん全部ドイツ語だったし、日本のものだって知らなくて、でもなんとなくそのね、アニメとかそういう文化とともに育ってきて、でなんか12歳ぐらいの時に、友達がめちゃくちゃアニメにハマってて、でそのアニメの主題歌を私に聴かせて、めっちゃショックを受けてこんなかっこいい音楽ってあるんだと思って、その当時スキャンダルっていうガールズバンドの曲だったんですけど、かっこいいですよね。ブリーチでしたっけ？そのアニメは知ってたんですか？全然知らなくて正直に言うと見てなくて、友達がすごくハマってて、でそう曲を紹介してくれて、それですごいハマりだして日本の音楽に。で、そのともにねアニメとかも見たりしてて、まずは音楽だったんですね。そうですね、っていう瞬間はやっぱり音楽です。なるほど。スキャンダルを聞いてなんかわーって、いい意味でショックを受けられてそうなんですよ。それで日本語に興味を持たれたんですか？そうですね、やっぱりなんか、言語の響きが好きで、どう聞こえたんですか？なんかすごいかっこよく聞こえたんですよ。その時から音楽はされてたんですか？そうですね、結構9歳の時からギターのレッスン受けてたんですけど、その時はまだなんかクラシックギターみたいな感じで、当時は割となんかそれがあんまり楽しくなかったんですよね。自分が別に好きでもない曲をやったりするのがあまり楽しくなくて、それでやめようと思ったタイミングにスキャンダルに出会えて、それでこれやりたいわってなって。ところでね、ヤナさんの最近の動画を見てると、さっき言ってた親友の方だと思うんですけど、その親友が日本に遊びに来てで一緒にラーメン食べたりとかしてる動画とかありますよね。であの時にそのオーストリア人2人が喋ってる言葉は何かなと思って、多分ドイツ語かなと思ってよく聞いてみたら英語だったんですよね。英語を喋ってたので、しかもなんかそのヨーロッパ人のそういう訛りがある英語じゃなくて、もうなんかネイティブの英語だったのでって思って結構コメントでも突っ込まれましたよ。なんで英語やねんみたいな。やっぱりちょっとヤナさん母語はドイツ語ですよね。英語とドイツ語は、その言語の距離が結構近いって聞いたことがあるんですけども、だから共通点が多いから習得しやすいのかなと思うんですけど、どうでしたか？英語を勉強するのと日本語を勉強するのって結構違いました？それともそんなに変わらなかったですか？
そうですね、やっぱりなんかドイツ語と英語ってゲルマン系で一緒のファミリーに入ってるんですけど、その中でやっぱり似てる言葉とかもあったりして、その分にはやっぱり取得しやすいっていうか、あと文法の、ね、近さもあったりとかあるんですけど、取得方法としては割と一緒で、方法としては一緒。一番最初はもちろんなんか学校で普通に義務教育として入ってて、ここでもちろん文法のことだったりとか、ボキャブラリーとか習うと思うんですけど、それだけだとやっぱりなかなか喋れないような感じになっていくと思うんですよね。でもやっぱり私が結構その日本に興味があったので、インターネットでやっぱりその多くの情報って英語じゃないですか。だからそれを英語で出てくるので、英語で見るしかないみたいな感じで、さっきもおっしゃってたアニメを見たくても、英語の字幕しかないということです。そうですね、ドイツ語の字幕当時ちょっと少なかったんですよ。あったにはあったんだけど、なんか英語の方が正確に翻訳されたりとか。でもなんか結構でかかったのが、その日本についてのコンテンツを YouTube で見て、それがもう英語のネイティブスピーカー、アメリカ人だったりとかイギリス人だったりとか、それずっと聞いてきて、やっぱ自然と入ってくるんですよね、長く見てれば。つまり日本について説明している YouTuber さんが英語で説明してるっていうことですね。そうなんですよ。日本のことを知るついでに英語も勉強できちゃうっていう。そうなんですよ。ダブル勉強。だから結構そのアニメとか日本のドラマとかも結構見てて、アニメよりもドラマの方結構ハマってたんですけど、それもやっぱり英語字幕になるじゃないですか。だから日本語もずっと聞いてるし、英語の字幕ずっと読んでるし、同時に勉強していくみたいなところはありましたね。ちなみにどんなドラマ見てたんですか？そう、一番記憶に残ってるのはやっぱり、花盛りの君たちへとかイケパラとか、花より団子とか、その時代が結構学園ものとかですよね。そうですね。日本の学校って結構海外と違うじゃないですか。その制服だったりとか、こういう感じなんだっていうなんか新鮮さもあって、当時もね学生だったし、なんかすごい憧れあったんですよね。でもね、英語は学校で文法とかも、ある程度勉強すると思うんですけど、その時点ではまだ日本語はただ聞いてるだけで文法とかそういう秩序正しく勉強したわけじゃないと思うんですよね。そうですね。一回それやろうとしたんですけど、やっぱ興味津々で。でもなんかその文法について調べたら、自分が今まで習ってきた例えば英語の文法とかと全く違くて、なんかよくわかんなくてどこから始めたらいいかみたいな。多分ヨーロッパの方が他のヨーロッパの言語を勉強する順序とヨーロッパの方が日本語を勉強する順序は多分違うんでしょうね。そうですよね。そう当時インターネットでやっぱりその日本について教科書とかもあんまり売ってなくってっていうか、すごい田舎だったっていうのもあると思うんですけど、だから全然売ってなくて、日本人一人もいないし、日本語教室とかもないし、なんかインターネットしかないっていう感じで、文法とかいろいろ教えるウェブサイトがあって、でもよくわかんなくて、じゃあとりあえず聞くだけにしようみたいな。あとひらがなカタカナちょっと楽しいから書こうみたいな、それぐらいの感じだったんですよね。じゃあ机に向かって一生懸命勉強するっていうそういう勉強は全然しなかったんですね、最初。そう最初はそうですね。全然もう楽しい範囲でしかやってなくて。それでヤナさんの動画を見てると、その後で大学の時にウィーン大学に行かれて、そこで日本語学科に入られたんですよね。そうですね。どうでしたか？やっぱりそういうちゃんとした勉強もしてよかったですか？すごく良かったと思います。でもそれやる前に何年も聞き続けて本当に良かったなって思いました。すごいインプットの量があったですね。そうなんです。やっぱりその若さっていうのもあると思うんですけど、やっぱ一つにハマっていくと一日何時間もそのことに使っちゃうじゃないですか。だからそのドラマの続きが気になるから1日もう6時間とか見ちゃうみたいな。ずっとその毎日のインプットが本当に長くて、で気づいたら最初は全くどういう言葉話してるかすら分かんなかったりとか聞き取れないじゃないですか。文字どういう風になってんだろうみたいなから始まって、
そっからどんどん今の言葉結構よく出てくるなとかっていうのがどんどん出てきて、で字幕とこのところなんだなって分かるようになってきて、少しずつボキャブラリーが自然と増えて、で本格的に勉強しようってなった時にめちゃくちゃ上達が早かったんですよ。もう音を知ってるからですね。そうですね。ウィーン大学に入ってウィーンに引っ越すまで日本人と一回も喋ったことなくて、日本語も口に出して喋ったことなかったんですよ、確か。じゃあもうインプットばっかりでアウトプットはほぼゼロっていう状態。アウトプットは歌うぐらいですかね。歌は歌ってたけど、喋る、誰かと会話するっていうことはもうなく、ほとんどなくて、ただ当時ちょっとやつの文章どうやって見つけたのか覚えてないんだけど、インスタグラムでもう無理やり日本人探し出して一回 DM 送ってみようみたいな、友達になってくださいみたいな感じですか？それでもちょっとやり取りしてた時期もありましたね。やっぱり漢字とか読めないから一文ずつずっとなんか Google 翻訳に入れてこうやって読むんだみたいな時期もちょっとありました。じゃあ、アウトプットといっても実際口から出すんじゃなくて、文字によるチャットのこのやり取りですね。はい。そんな感じです。それでも結構勉強になりましたか？もちろん、このチャンネル見てくださってる方はヤナさんの多分正反対で、つまり漢字は全部知ってる、ほとんど、中国語って漢字じゃないですか、全部。確かに。だから日本語を見たら、漢字を見たらなんとなくわかるけど、その音とかが全然わかんないから、なんとなく意味はこうかなっていうのはわかるから、逆に分かった気になっちゃうんですよね。だから、音、漢字の読み方とかをちゃんと覚えるっていう習慣がちょっとおろそかになってる人もいるかなっていう思うんですよね。なるほど。それ面白いですね。やっぱり今ヤナさんの話を聞いてたら、音っていうのはすごく大切で、字から入るっていうより音から入るっていうことは結構大切なことだなって思います。そうですね。でもやっぱりその一人一人の目的によって変わってきますね。なんか本当にめちゃくちゃネイティブに近づきたいってなったら音がすごく大事になってくるんですけど、もうただコミュニケーション取ればいいっていう人も結構多いと思うので、そこはそこまでねガチらなくてもいいかなって確かに、もう結構急いでてビジネスで使うっていう場合は、とにかく通じるようにですよね。絶対このやり方が正しいっていうわけではないっていうことですね。そうですね。やっぱり人それぞれ目的違うし、これだと一番覚えやすいっていうのもなんか取得方法も一人一人違うのかなって思いますね。それは、おっしゃる通り、本当そうですね。ちなみにヤナさん今日本に住んでらっしゃるんですよね。はい、今どれぐらいですか？そうですね。今2年ぐらいですね。2年ちょいですかね。この動画を見てくださっている日本語を一生懸命勉強して苦労されてる方も中にはいらっしゃるんですけど、そういう方たちになんとちょっと先輩です、日本語学習の先輩として何かアドバイスでもいいですし、何かありますか？そうですね。もうとにかくしんどいなって思った時は、勉強とかあんま考えずに自分が好きなものを日本語で見たりとか聞いたりとかすると、またなんか楽しさが出てくるから、もうとにかく楽しんだら一番効率が上がるんじゃないかなって思いますね。諦めないでほしいな。やっぱり皆さんはね、漢字がもうバッチリだと思うのでそこは私一番苦労してるので確かに、もう多分ね、何十時間何百時間漢字のために、他の外国人は費やさないといけないわけですけど、中国語話者の方はもうそこの何百時間はいらないわけだから、すごく有利なんですよね。それは結構羨ましいなって思うんですけど、それだったらあんまりそこに時間使わなくてよくて、もちろんその読み方が違うとかあるんですけど、それだったら日本語字幕でドラマとか見たら結構その読み方も覚えるのかなって思いますね。直接日本語で日本語字幕を見ながら、勉強というか楽しみながら勉強したら結構早いんじゃないかなっていう
気がしそうますね。ですね。早そうです。なるほど。じゃあ今この動画を見てくださってる方たちにヤナさん自身について何でもいいのでアピールでもいいですし、何か一言を最後にお願いします。音楽ちょっと気になるなと思った方がいれば、ぜひ Spotify などで一度聴いてくれたら嬉しいなと思います。 YouTube チャンネルにも、ミュージックビデオとかもあったりするし、日本についての動画とかもちょっとあるので、ぜひよかったら見てみてください。はい、めっちゃいい曲。花見デート一番新しいんですかね。嬉しいです。ぜひそれを聞きながら歌詞を見ながら日本語を勉強するのもいいかもしれませんね。そんな難しい歌詞ではありませんが。はい、わかりましたか？すごくヤナさんいいアドバイスをしてくださいましたね。時々日本語の勉強をしているとなんかモチベーションが上がらなかったり疲れてきたりすることもきっと誰もがあると思います。そんな時はさっきヤナさんがおっしゃっていたように、日本語と関係があるものの中でも自分が好きなもの、ドラマでもいいしアニメでもいいし音楽でもいいし、そういうものに接してリフレッシュするっていうのもいい方法ですよね。ちなみに今エンディングで流れているこの曲はヤナさんの楽曲です。興味のある方は概要欄からチェックしてください。これ以外にもいろいろな外国人の方に日本語学習の秘訣についてインタビューしています。お見逃しのないようによかったらチャンネル登録しておいてください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。